こんにちは、学びオタクです。今回のキットは RG シリーズのジオングになります。こちらを全塗装で仕上げました。この動画はこのキットの組み立てや全塗装のしやすさはパーツポロリや可動の弱い部分はあるのか、組み立ての際に気をつけた方が良い点は、積みプラで持っているが作った人のレビューを知りたい、そんな方に向けて動画を作成しています。もちろん学びオタクの上達ぶりを楽しみにしてくれている方にもお届けしますので、ぜひ最後まで動画を見てもらえると嬉しいです。今回のポイントはバーニアの変更、カラーの変更、内部フレームも全塗装の3つになります。今回のジオングはスカートの中のバーニアがとても特徴的で、この特徴的なバーニアこそが RG ジオングのもう一つの顔と言っても過言ではありません。このバーニア部分をオーブディメンションワークスさんで購入したバーニアを取り付けていきます。バーニアの詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方は確認してみてください。カラーの変更については以前の動画で紹介したカラーリングアプリを活用して事前シミュレーションしてカラーを決定しました。カラーリングのシミュレーションアプリが気になる方はこちらも前回動画を概要欄に貼っておきますのでご確認ください。そしてジオングの内部フレームも素組みの時点でかっこいい仕上がりになっていますので、こちらも全塗装で仕上げてちらりと見えるギラギラの内部フレームと艶消しもしくは半光沢の外装フレームとのコントラストを狙っていきます。ここまでが RG ジオングを作成する前にイメージした点になります。私、学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。今後もキットの制作レビューをやっていきますので、次回以降のキット制作レビューや学びオタクの上達過程が気になる方はぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。そして動画の最後に RG ジオングを作ってみての個人的な感想を5段階評価していますので、ぜひ最後までこの動画を見ていってください。今回別途購入したオーブディメンションワークスさんのバーニアを取り付けていきます。こちらは 3D プリンタで出力されてますので、別途取り付け用ジョイントなどはありません。どのように接続したらいいか考えた結果、既存のバーニアの接続部分をカットして取り付けてみました。このバーニアを採用したメリットは、バーニアの内側と外側にパーツ分割されているので塗り分けがしやすかった、表現が既存のバーニアより細かくてかっこいい、ボリュームが増してますますスカート内部に目線が行きやすいという点でした。デメリットをあえて挙げるなら、既存のバーニアより若干大きい、既存のバーニアより細かいが丸みを帯びている分シャープさが若干失われている、取り付けや塗装にコツがいるという点になります。色を塗り分けてみるとこんな感じになりました。モデラーの皆様いかがでしょうか。よかったら高評価をお願いいたします。今回カラーに関してはエウーゴカラーを意識してみました。あとは黒や紺の方がちらりと覗くゴールドが映えるという意味でこちらの色を選択しました。今回の塗装で意識したのはバーニアが 3D プリンターで作成したレジン製であること、ジオングの手のひらが ABS 素材だったのでそれぞれ直接ラッカー系塗料を塗装しなかった点です。 ABS の塗装に関しては諸説ありますので、私は念のためにレジンも ABS もプライマーを吹き付けた上で塗装しました。ポイントはプライマーは説明書きにあるように軽く拭いてください。そしてプライマーを拭いたらなるべく時間を空けずに下地塗装してください。プライマーを吹き付けたままにしていると表面がベタつくのでホコリが付着しやすいです。 ABS の手はプライマーを吹き付けた後、手の指の下地として黒サフ、その上からスターブライトアイアンをエアブラシ塗装しました。その後手の指の紺の部分および指先のゴールドは筆塗りで塗装しています。RG シリーズは内部フレームをきっちり塗装する関係上、私は最初に内部フレームだけで仮組みします。そこから目立つ外装フレームを合わせてどの部分が表面に出てくるのかをチェックして塗装していきます。
内部フレームの塗装ではジョイント部分はこのようにマスキングをして可動が窮屈にならないようにしています。ひと手間かかりますが、ポージングを取ったりする際に可動域がスムーズでとても便利です。そこから下地に黒サフとしてガイアのエボブラックを塗装、その上からガイアのスターブライトアイアンを塗装します。シルバー部分はミスターカラーのスーパーアイアン2を塗装、ゴールドは同じくミスターカラーのスーパーゴールド2を塗装、ギラギラ感を出すために光沢のトップコートで仕上げました。いまいちですね。ゴールドのギラギラ感が足りないと感じ、塗り直しを決意しました。スーパーリッチゴールドで改めて塗り直しです。めちゃくちゃ発色がいい。結果がこちら。違いが分かりますでしょうか？ちょっと分かりづらいかな。改めて内部フレームだけで組み立ててみたのがこちら。塗装後、塗り直しを決意して再び分解。改めてマスキング、エアブラシ塗装した甲斐がありました。補足として今回は正面処理、合わせ目消しは行っておりません。理由としては、正面処理は今回カーブが多かったため慣れないことはやめておこうと思いました。また合わせ目については目立つ合わせ目がなかったように思います。塗装を終えた外装パーツに墨入れをしていきます。綿棒で丁寧に拭き取りしますが、あまり目立たないですね。最後にデカールは付属のデカールではなく別売りの水転写デカールを貼った上で半光沢のトップコートをエアブラシで拭いて仕上げています。今回の RG ジオングはパーツ数は多いものの非常に組みやすく、パーツポロリの部分も少なく、とても素晴らしくかっこいいキットでした。難点を一つ挙げるならば、ジオングには専用台座がついているのですが、私がかなり負荷のかかるポーズをとって撮影させていたため、台座のジョイントの根元が折れるというハプニングがありました。皆さん SNS 映えのために無理なポージングでの撮影にはご注意ください。塗り分け、前塗装についても塗り分け部分からパーツがきちんと分割されているので、内部フレームの塗り分けをしない限りはマスキングの必要もありません。非常に塗り分けに優れ、全塗装向きのキットだと感じました。何度も言いますが、内部フレームの関節のジョイント部分のマスキングはポージングをさせる上でもおすすめです。ということで RG ジオングの評価はこちら。可動については台座のジョイントの根元が折れたのとパーツ数が多いので、初心者おすすめ度は星4つとさせていただきました。今回の動画いかがでしたでしょうか？前回から編集方法をガラリと変化させたので、この動画がどうだったか皆様の反応が不安ですが、次回以降もキットの制作過程やチャレンジしてみたこと、学んだことなどを発信していきたいと思っていますので、見逃さないためにもチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定をしておいてもらえると嬉しいです。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお過ごしください。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。Sometimes I need a phone call, but you still don't answer. You break my heart.
just walk up.